皆さんこんにちは。Hi everyone. 今日は私たちの、披露宴パーティー 1.5 次会の、前編ということで本番までの準備期間のVlog も後で流れるんですけど、まずその結構カスタマイズをした 1.5 次会、披露宴パーティーだったので、どういうふうに私たちがカスタマイズしてきたかっていうところと、準備のところを簡単にまとめてきましたので、プレゼン方式で発表していきたいと思います。プレゼン方式なんじゃねえか。はい。はい。行ってみましょう。これが9月3日の、私たちの思い出の場所で、Today's agenda. だいたいこの10個のタスクを3ヶ月2ヶ月半ぐらいかなでバーッと自分たちでやってきたっていう感じなんですけど、まず企画まとめ、ホテルというか場所の選定、演出依頼、衣装選び、ヘアメイクさんとやってとカメラさん、音響お願いして、でウェルカムボードを作って、生い立ちムービー作って、席次プロフィールブック作って、みんながね来てもらった人が見るやつね、あとプチギフトの発注と台本作成っていうところで、普通は外注するでしょっていうところも自分たちで結構カスタマイズして、もちろんプロのね人たちにもいろいろ助けていただきながらやりましたっていうところです。日本に限らずね、海外の方も多いんであれだけど、基本的にやっぱウェディングプランナーっていうのがやっぱ存在してるぐらいだから、こういった本当にいろんなところに発注とか準備とか依頼とかを取りまとめていただく方がいるんだよね、本来はね。This is our customized wedding みたいな感じ。カスタムウェディングはいいよね。楽しかったよ。タイムラインがタイトで、企画もまとめとその場所が確定したのが6月末でもうドタバタしてたらいつの間にか7月末で、まだ渡さんタキシードギリ選んでないぐらいの時にこの時点で7月末だったっていうので、時間なかったよね。で結局最後このウェルカムボード作ってとか、何々作って系はもう最後ドタバタ3週間でやりましたっていう感じです。これを1個ずつちょっと簡単に紹介していきたいと思ってて、まず私たちはこの Traditional Japanese Wedding Style ってこの3つ書いてるけど、こういう感じであんまりしたくなかったっていうのがあって、お祝儀システムじゃない、でもお金のこともすごく大事だと思うの。これも最初すごく話したけどさ、やっぱり結婚式をちゃんとしたホテルとかでやろうと思ったらもう300万はミニマム絶対かかるじゃん。ピンキリね、ピンキリですよ。ちゃんとミニマムにやる結婚式場のサービスもありますからね。でもう高いものだったらそれこそもう100万後半からそれこそ1000万かけるらっしゃるね、すごい方もいらっしゃいますから、とはいえお金がね異常にかかることはかかるかなっていう認識はお互いあって、そこをカスタムしながらちょっと削減もして、でコミュニティケーションいっぱい取れるようなパーティーにしようって言って、日本のいわゆるその元々あった伝統的なやり方をしていこうっていうよりかは、どっちもアメリカの経験もあるし、そういったパーティースタイルでやってるものをイメージしたわけですよ。まず3つ会費制にしたっていうところなんで、お祝儀制ではなくって、であとはゲストとの時間が余裕を持って取れるようなタイムスケジュールにしたっていうところと、ものよりも思いを重視って書いてるんだけど、ものより思いを重視、引き出物とかを用意してとかそういうことではなくてで意味ね。理解した。会費制はね日本でもあるからね。それが6月末ぐらいまでに決まって会場が決まりましたっていうところで、今回もうラブイズブラインドを見ていただいてた方なら見覚えがあったかもしれないんですけど、渋谷にあるホテルシークエンスの下ですねにあるレストランがもともとちょっと知り合いのつてもあって、いろいろそういうカスタムに対してすごい協力的で、使用させていただくことになりましたと。そうね、このドンシーみんな映ってたからね覚えてると思うんですけど、でご紹介いただいた中目黒のファーバーっていうお花屋さんの渡辺さんってすごくすごい素敵な方でしたね。そう素敵な方で、本当に私たち一回直接お話ししただけでもうこういう雰囲気で
って言ってお花を決めてくださそうって会話してね、なんか家にある調子とか見せたりとかさ、どういう形のものが好き、色合いが好きっていうのを言っただけでもうイメージ以上でこんな感じに、うん、もう全然その、皆さんも、ね、覚えてるかもしれないあのレストランと、全然違うイメージにこのやっぱお花だけでなったよね。うん、ホテルはもちろんアジアンテイストってだけだったんだけど、花によって本当にガラッとこう我々の雰囲気に合わせていただけたっていうのはすごい良かった。もう背の高い、ね、植物から本当に背の低いところ、細かいところまでもアレンジいろいろしていただいて、すごいいい会場に仕上がったなと思ったよね。で3つ目演出依頼っていうところで皆さんおなじみのおだちに MC を頼み、やっぱり芸人としてやっぱずっと活動されてきて、やっぱ表方の人だからさ、おだちなんかやっぱすごいうまかったな。めちゃくちゃプロだった、ちゃんとギリギリでお願いしたのに自分でこう面白い、なんかゲームとか考えてきてくれて、ものすごく助かりました。でかおるちゃんに思い出の曲とかを歌っていただいたっていう感じですね。これは一番最初からもう緑が言ってたらもう絶対かおるさんに歌ってほしいんだよ、言ってたよね。河合さんもフォックスキャプチャープランっていう、すごいドラマの挿入歌とかを映画の挿入歌、ドラマの挿入歌作曲されて、もうすごく有名な方らしいんですけど、渡さんは演奏してるところを聞いたことがないっていう俺は酒の友だからちょっとこの辺のどういう感じだったかっていうのはちょっと後編の方で紹介できればなと思います。そしてで4つ目衣装選びっていうところで、ウェディングドレスなんだけど、このクララさんとベーコンドレスもすごく可愛いドレスだったんだけど、この後に、妊娠したのが分かりまして、結局着れそうなドレスでレンタルだと直せないみたいないろいろあってですね、全然違うドレスエブリっていうところでこのウェディングドレスを買いました。で実はこのドレスプロノビアスかなっていうブランドなんだけど、インスタももう数百万人フォロワーいるみたいな海外のインポートのドレスなんだけど、プロノビアスっぽくない、多分ベニグレス分かってる人はすごくこのブランドなのって思うと思うんだけど、そんな詳しい人いらっしゃるんだね。みんな多分知ってると思う、プロノビアスは。でかつ後ろの部分を紐に本当はくるみボタンだったんだけど、お腹がどれぐらい大きくなるか分かんなかったんで、紐に直してもらってカスタマイズもしてっていうところで、結局ドレスはね購入しました。で最後じゃないね、前半の最後、撮影ヘア音響 ETC の依頼っていうところで、これも結構1ヶ月前ぐらいにギリギリにお願いしたんだけど、皆さんすごく快く受けてくださってね。本当びっくりするぐらいふっかりやってくれたよね。でヘア、メイク自分でやったんだけど、ヘアは私美容院桜ずっとねもう10年ぐらいずっとやっていただいてて、もともとお友達だったんですけど、出てるからね。そうね、ラベイズバインでも出てくれてる。俺の髪やってたそうものすごく上手だし、人としても素晴らしいお兄ちゃんみたいな存在です。俺年齢近くね、だからそう今でもね飲みに行ったり、俺の髪は良太郎にやってもらったからね。そうね、写真が残ってないのごめん、残念ながら。急ぎすぎて撮る暇がなかった。なのに本番は来れなかったんだけど、良太郎さんは。だけどその裏で本当に一瞬で渡さんの髪の毛をセットしてくれました。そうです。であとは児田町さんに児田町さんにとか言ってカメラ周りというか撮影、写真とビデオをお願いして。そうですね。すごい短い時間で家族写真とかもお願いしたりしてたけど、めちゃくちゃうまかったね。上手だったし、ちゃんと表情作るなんかこう声掛けみたいなのもすごい良かったし、そう我々もものすごいたくさんのカメラマンに撮られてきたわけではもちろんないけど、でいろいろ見てきた中でものすごく場の仕切りもすごい上手だったし、あとめっちゃ優しいいろんな無茶ぶりを受けてくれるっていう、あいいよみたいな感じでやってくれるもんね。いいよみたいな感じで、もう全部回せないみたいな。すごい楽しかったね。次6つ目ね、ウェルカムボードの作成。これは私結構こだわって、これ俺1ミリも関わってない。もうクリエイティビティのところってもう緑の方がもう優れてるから、もう完全任せた方がいい。このルパンに似てるこの着物とかも見つけた時天才だと思ったもんね。高かったんだっけ？これ3800円これが多分一番高いあと友達からねもらった緑渡るボードとかも活用させてもらっ
で7つ目生い立ちムービーね。これもよくね皆さん多分普通は外注するのかもしれないんだけどせっかくに YouTube もやってるしだいたい編集も覚えたしと思って自分たちで写真とか集めて作りました。緑がやりましたよ。私がやりました、はい、でフォトムービーのところキャンバで写真をペタペタやって作ったとでビデオの部分音楽入れたりとか、あと後半はもう2人の出会いのところから動画もねあったんでそこは動画も入れながら編集して最後はこのフィモーラっていつも私が YouTube の編集で使ってるアプリケーションを使ってまとめました。で、ちょっと4倍速でどんな生い立ちムービーだったか4倍速はい流したいなと、せっかくなので皆さんにお披露目させて、ゆっくり見たい方はスローモーションモードみたいなやつゆっくり見たい方って多分そんなに重要ないかなと思って早く送りました。俺自分のシーン可愛いと思ってる早っめっちゃこれ俺のピークね。ここ俺のピーク、私のピーク、アメリカ時代もうザ・アメリカな撮影して大学生で日本戻ってきて就職して仲間に囲まれて転職して、今ね、これ左ね。ほんと可愛くない。可愛いじゃん。可愛くない、ブチブチやったね、このぐらいから痩せてくるんだよね。痩せるんだ。でもアメリカ行った時はアメリカ行ってまたちょっと太るんだけど帰ってきてコンサル 4,5 年やりました。仲間に囲まれてでまた今ベータでね働いてでルパンと出会ってもう充実してました。ひわさんはっていう感じで、もうちょっと権利の関係上ね。そう権利の関係上これ以上映せないので前半だけお送りさせていただきました。で8個目、席次プロフィールブック、要するに結婚式でお祝儀渡した後にもらう紙の冊子みたいなやつで、あれもなくしたいっていう思いが私たちすごいあって、紙をねなるべく減らしたいっていうのもあったんだって捨てちゃうじゃん、ね、あれいらんよね。ネタにはなんだけど一瞬10秒ぐらいのネタにはなるからさ、あるといいんだけど、そうっていうのでWix っていう、簡単にランディングページを作れるサイトで、これも本当ものの1日半ぐらいで緑が作りました。緑がやりましたありがとうね、強調してくれて、いいんだよ。これすごい可愛かったでしょ。テンプレもねめちゃくちゃおしゃれで、やっぱ海外のねこういうアプリケーションって本当おしゃれなんですよ。でそういうのもありましたと。でプチギフトルパンのなんかハンドサニタイザーみたいなのを作りたいって、これ緑のお姉さんにちょっとデザイン手伝ってもらって作ってもらって全員身内を活用するっていうね、そういうもんじゃないっていう。このプチギフトはもう本当にもうずっとルパンを使った何かをって思ってて、でサニタイザーでこれ本当おすすめです。ミーティスオーダーショップでテオブロムね、テオブロムの渋谷の本店で、このお菓子を300円から400円ぐらいのプチギフトを買いました。でプチギフトもなんかウェディングのサイトとかで可愛いパッケージのサンキューとか書いてるやつとかいっぱいあったんだけど、結局高いけど美味しくないじゃないのって業者の方すいませんそうだったら自分たちが好きでいつも美味しいなと思ってるやつをね、お菓子買ってるところで買ってあげたいなと思ったから、みんなすごい食べて二次会で食べてたよみんなこれお腹空いたの。そういや料理もいいの出してもらったんだけどね。そうすごいこれおすすめのチョコレート屋さんで私たちもいつもプライベートで使ってるところです、っていうのでプチギフトを買って、大体おしまいた最後台本作成。これ結構ギリギリまで、そうって前日っていうか寸前まで俺返してたよ、これは俺がやってたからね台本、細かい本当のおだっちに話してもらうところとかは全部渡さんがバーって仕上げてくれました最後。イベント会社みたいな感じにしてたよね本当にこれ君たちがやってるのって感じで本当に仕事でしたで、本番を迎えるわけなんですけど、なるほど。でこっから1から10まで、大変だったけど私たち頑張ったなと思ってたんですけど、私たちが犯した最大のミスっていうのが、当日のことはあんま考えてなかったっていうそうだねとこだったんですよ。結局自分たちが新郎新婦だっていうのはあんまりもう忘れるほど夢中に準備してた。こんな感じでウェルカムボードを作ってメイク開始までで
もう全然思ってる1時間ぐらいをしてて、本当はもっとお昼食べたらすぐメイク始めたかったぐらいなんだけど、みんなのやっぱ抗原検査のをやるっていう風に決めたのが結構直前だったんで、その時間はあんまり考えてなくて、だけど全部の台本の流れとかを理解してるのが自分たちしかいないっていう状況なんだ。まあ後編もかなりドタバタなんですけど、まあ、後編っていうかもう後編はもう本ちゃんのところ、ウェディングのところがお見せできればなと思ってますので、楽しみにしててください。